オス日進月歩塩田正人です。案会のジョン・ロバートです。ロバート先生、次はどんな説明を？今日はですね、ちょっと特別なものを用意して、はい、前からちょっと話してたけど、はい、これです。ビー玉？ビー玉がどうしたんですか？100均の。100均の100均のはいいですね。はい。これで強くするんですよ。それを鼻に入れて。いや、鼻に入れると、まだ実験したことないけどね。これは足指のところに入れると、足裏から伝部にあるつなぎを作りたいので、ビー玉を使ってやっていきたいと思います。ビー玉を使えば、その足裏から伝部に力が通る？はい。力が通って、自分の全体のつながりが良くなります。よく武道とか武術でね、つながりが大切って、で言ってますんだけど、筋肉膜っていうものも刺激するんですが、その説明はまた後でやりますけど。じゃあビー玉を使えば強くなるってことですね。強くなりますよ、これで。いや、本当かな、こんなビー玉ごときで。いや、じゃあぜひちょっとそれで、説明よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。いろいろと長々と説明するより、ちょっと交換見ましょうか。そう、せっかくだから、僕たちがやってる構えが、ビー玉を使うだけで強くなるっていう、ちょっと証明をね、したいと思います。嘘っぽいよね、なんかそのビー玉で。いや、確かに僕は嘘だと思いました。でもね、全然違う。パンチさん来ていただけますか？はい。で、右半身構えをしていただきますね。で、これ今普通にビー玉も何も使っていない状態で、僕たちの構えっていうのはこう押されないようにするわけですよね。これが後ろ足に流れてっていう感じなんですけども、どうです今この力は？重いです。重いですよね。僕もこれ以上強くしていったら押せてしまうような感じがする。で、それをねですね、ビー玉をこの人差し指の下に握ります。この足をここモデルとして使うけど、こういうふうに握ります。こういうふうにね。はい。で、これをここに。はい。で、はい。説明よりも前に、この人差し指にビー玉を挟んだ状態で、同じように構えてもらいますね。はい、構えてもらいますね。で、僕はさっきと同じ力で押します。では僕がね、押し返されちゃうぐらいなんですよ、今。これちょっとね、視聴者の方伝わらないかもしれないけども、本当にすごい重くなってる。どうです？さっきより重さを感じないっていうか。はい。僕の重さは感じないですよね。そうですね。これ本当にすごいんですよ。ここでね、体、安定するんですよね。そう、安定っていうのは、実は、この足裏が感覚器官になってて、足裏の筋膜が直接この伝部の方につながってるんですよ。アフリカの、こうやってポンマサイね。そうそう、マサイ。こうやってポンで。マサイ。だって、でも筋肉は別にそういうがっつりね、してないんで。そうですね、細いですね。でもバネはすごいよねって。そのバネって裸足で一般的に裸足で生活してる人たちって大体バネがすごかったりするんですよ。エリートのスポーツ選手、サッカー選手だったらルナルドとか、あとマニ・パッキオとか、そういうパッキオとか大体そういう貧しい国で育ってきてるじゃないですか。貧しいっていう要は裸足で。で、そういった裸足の生活をしてる人たちは大体バネを持ってたりするわけなんですよ。塩田剛三先生も確かバネすごかったんですよ。そうですね、すごいですね。だからエリートの武道館などを見たらちょっとつながってるところがあるんですよ。で、それが何なのかって言ったら、ここの母子球って母子球ってそもそもどこにあると思います？大体ここだと思いますよね。そう、普通はね、母子球はここだと思うんだけど、実は母子球ってここなんですよ。人差し指の下。で、この人差し指の下が実はもう科学的に証明されてるんだけど、ここを通してここの筋がロックされてカーフを通して伝部の方につながってるんですよ。で、これがまたここのコアにつながって力が、通るわけなんですが、ここから安定性が出るんですよ、実は。
だから昔の日本人とかセッターとかゲッターとかわらじとか履いてましたよね、はい、だから間違いなく心はよく出来上がってたんですよ。でも一般の人だと、まあ、一般生活西洋の靴アスレティックシューズとかやってるともうここの筋が出なくなるんですよ、ここが昔のなんだろうこう如意像とかここ筋がめっちゃくちゃ出てる。どこ？ここ。そう筋。はい。僕も出てるんですけどこういう阿久澤先生は結構ねここ半端なくぶっといんですよ足指とかでまあここがうまく筋膜を通してつながってない人たちはまずはその実感するためにこのビー玉をおすすめします。これを実はこれを握っただけで母子球でね母子球でこうやってこう歩くと歩き方変わるんですよ。もう股関節の中から通常は一般の歩き方だとかかとからこういう、ありますよね。でも面白いことにこういうふうにこう握ってこうやるとかかとから着地できないんですよ。フラットになるんですよ。かかとにつこうと思った時にこうフラットになる。なんでかというと、この股関節骨盤の中からこう歩いてるから。ちょっとここ来ていただいてちょっと歩いてみていただけませんか。普通にでちょっと押しますね。こう OK でちょっとこれを握ってしくじるのにそう普通に歩いてる。なるほどね。おおいい顔してますね。そうでいい普通に歩いてそのままちょっといじりますね。こうやってこうほらあんまりぶれないんですよ。ぶれないですね。そうすると働いてるところどうですかね。なんか自分のまず衝撃が全然違うんで、だからなんかこうブレないですね。ブレない。ね、足のね、つき方は全然違いましたね。こうやっていく感じじゃなくても一緒にっていう感じでしたね。そうなんですよ。僕も意識はしてなかったんですが、阿久澤先生もこうやってこう着地するときにわってこうやってこうパッてこうやってるじゃないですか。こういうふうに。だから僕もその姿勢を見て、なんか骨盤の中から歩いてるんだよねって僕もそれを研究したんですよ。で、そしたらこのビー玉を握った瞬間、これ一緒だって。じゃあビー玉を握って歩き回るかって言ったらそうではありません。なのでちょっとトレーニング方法を少し説明したいと思いますが、筋肉膜を強化することによってバランスが上がるんですよ。で、それの練習を少し紹介します。タオルとか雑巾が何でもいいんで。じゃあまず筋肉膜ってサランラップみたいな感じなんですよ。ちょっとイメージしていただければ。で、筋肉膜ってサランラップだから、そのサランラップに例えばねじりとか入ってると、でストレスがかかるとそこで破れるじゃないですか。でそういう時にそれで関節がいっちゃったりするんですよ。だからよくなんかこういうところとか言って痛いとかあるじゃないですか。でそういうところを極力なくした方がいい。こういうテニスボールを使ったりラクロスボールを使う。でこのローラーあるじゃないですか。ローラーよりボールをおすすめします。なんでかって点で入るから。で筋肉膜は圧がかかった状態2分じゃないとほぐらないっていうか、その形が変わらない。でまずは足裏を、痛かったらテニスボール、そこまで痛くなかったらラクロスボールでこうやってゴリゴリこうやって2分ぐらいやります。しっかりとこのアーチをこうやってこうほぐす。このアーチの部分ですね。アーチのこの部分を2分、最低2分、2分から5分の間やる。でその後にこれすごく大切なんですが、ここで自分の電部がどれだけつながってるのかも検証できます。この時によくタオル握りとか女性でなんか足指でこうやってこう掴んでなんか足を細くするとか、YouTube とか多分出てると思うんですけど、そこまで変わらないんですが、実はこのかかとを開けるのがもう絶対にやらないといけない。かかとを浮かす。かかとを浮かさなかったら意味がないんですよ。かかとを浮かした状態で
こうやってこう掴んできます。でこの時に、さっきも多分ちょっと確かめたと思うんですが、この臀部の方に僕も入るんですよ。すぐ臀部とあとお腹が働くんですよ。こうやってこう握る時、掴んででここでもし臀部が反応しなかったら、そこの二頭筋ですね、二頭筋が反応してたらアウト。大体これを2分やります。これ全部セットなんですよ。だから足をくしてこのタオルを大体1分から2分やる。メインのところなんですが、さっきタオルをこうやってこう掴んでたのと一緒でビー玉を掴みます。5回から8回縦の8の字を描きます。こうやって1、2、3、4でこういうふうに8回やって、でなんかボトルとかあればこの中にポトンって落として、で次のビー玉を取ってこうやる。でこれをやってるとね、ちょっともちろんこっちもだんだんと痛くなるんですが、この支えてる足の方がすごいきちゃうんですよ。そうですよね。裏からここをグリップする筋膜のコアにつながる筋膜、全体の筋膜が強くなって、必然的に自分のベースのこのバランス感覚が上がってくるんですよ。なので、そこを刺激して毎日やらないでください。筋トレと一緒で休みが大事。だってマックスで1日おきやってください。これはで、塩田先生もさっきこうやってこうやってるのは臀部がめちゃくちゃ入るって、なのでもうおそらく塩田先生の場合はこの筋膜の状態っていうのは結構いいと思うので、別に、1週間に例えば6日やって1日オフみたいな、なんかね、この陽心間合気道のトレーニングのシステムがやっぱそうなってる。親指を噛むっていう話もそうでしたけども、こうなって後ろ足をピンと張るんですよね。ピンと張ってなかったらちょっと臀部が緩むんですよ、お尻の筋肉が。で、ちゃんと親指を噛むようにして臀部がすごい、で僕も整体行ったら臀部すごい驚かれるんで、すごい硬いんですよね。触ってみてください。いや前から硬いんですよね。すごい硬いんですよ。だからそういうやっぱトレーニングもあって、やっぱ塩田剛造のすごいバネとか、やっぱここから作られてるんだと思うんですよ。それをね、ロバート先生はね、今ね、すごい簡単に現代的にこうやってくださってるから、僕今すごい感謝してる。ひたすらやれ、でも何が鍛えられてるか分かんない。ビー玉をやってもね、臀部は働いてないっていう可能性も結構あるので、なるほど、これをやってやっぱ臀部まで来なきゃいけないっていうことですよね。だからそれもね、すごいこのトレーニングで分かるし、結構簡単ですよね。でこれをじゃあなんでそもそもやるべきなのかって言ったら、例えばよく武道の中でこうやって姿勢を落とす、腰を落とすって言ったら通常ここに来ちゃいますよね。来ちゃいます。ちょっと普通にちょっとスクワットやっていただいたら、12回こうやってこうやったらどこに来るのかな。ここか。そうどっちかというとここですよね。スクワットってそういうもんですもんね。またちょっと面白いおもちゃをいいですか。ここでかかとが浮いて、これで大丈夫？でちょっとグリップした状態、さっきリーダーも握ってると思って、ちょっとこうでちょっとこうスクワットやってみてください。どうかな、楽？楽ですね。ここに来てるんじゃないですか？来てないんですか？じゃあどこに来てるんですかね？臀部に来てるんですか、これ。昔日本の小学校で剣道とか尊虚ありますよね。で尊虚だとこの膝が痛くなるとか、あとはうさぎ跳びとかやらされたじゃない、こういうの。これって臀部がしっかりつながってると膝は大丈夫なんですよ。だけどこの筋膜の状態がうまくつながってない状態だと、この運動のストレスが関節きちゃうんですよ。で膜って実は筋膜ってストレッチされると筋肉が緩むんです。で緩むと、そうするとその力がおそらくそこで
なんだろう、吸収されるっていうこう現象が起こったりとかあって、だから多少なりとなんだろう、そういうエリートスポーツ選手ってもう体の作りがそもそも違うんですよ。スポーツ選手だし、武術家だし、武道家とかみんなもうその細胞のところから違うんですよ、実は。もうそもそも構造が違うっていうことなんですね。でもこれをやることで、これをやることで、その信号をちゃんとここにかけるんじゃなくて、全部の方に入れて、この股関節を落とすって。普通だったらみんな膝を曲げるじゃないですか。でもこれをやると膝は動いてないんですよ、僕は。こういうふうに。そうすると別にこうスクワットに見えるけど、どうかな。見た目は、伝部に来てるんですか？そう。で、伝部で、なんだろう、クッションみたいな感じになってて、あんまり僕は楽なんですよ。骨盤をこう立てるとかっていうトレーニングにもなる。にもなりますね。そう。全部つながるんですよ。だから家でもし少しトレーニングするのであれば、スクワットとかで、テニスボールをつけて、そうすると、このアーチによる、要はこう上がってくるこの力を少し味わえることができる。例えばね、こうパンチを打つじゃないですか。はい、これ膝がこうなる人ってこうやっぱ伝部今働いてなくて、こう止まるんですよ。止まった時すごい伝部に力が入ってて、多分ね相当パンチ力ね、強いと思いますこれ。ここからつながって伝部に来てないともう全て弱いってことですね。そうなんですね。おそらく全ての日本の武道っていうのが、こういうつながりがあったと思うんですよ。セッタ、わらじ、下駄とか入ってたので。そうですね。なるほど。下駄も高いのやったらさっきみたいな歩き方になりますから。なります。一緒につくような。いやすごい勉強になりました。いやありがとうございます。ありがとうございます。皆様もぜひビー玉100円で買えますから練習してみてください。はい、バイバイ。バイバイ。